こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、1.9 の戦闘アップデート、1.10 のフロストバーンアップデート、1.11 の探検アップデートを未プレイのまま飛ばして、ついに私が時代に追いつきました。紛れもなくバージョン 1.12 です。長かったわね。本当に長かったです。ひとまず、新ワールド生成だけでもたまらなく超ドキドキしてます。で、4段階のメジャーアップデートが初見なのに、あえてハードコアなの？ハードコアで最もスリルを味わえるタイミングの一つは、やはり色々初見の頃じゃないかと思うんです。よくある平行世界移転やループものと考えれば、何ら恐るるに足りません。つまり、死なずにクリアできる気がしないのね。さて、1.12 の重さを測るため、初回は収録データの訪れ対策をしないでおきます。ワールド生成から盛大に訪れがありますが、だいたい1分弱で収まるのでご了承ください。逆に言うと、私のパソコンでも 1.12 がまずまず動きました。ほんと良かったです。ネザーに行った時にはまだわからないけどね。さて、右上に見慣れないものが出てきましたが、どうやら移動やジャンプをしても構わないようです。つまり今回は開始直後の移動やジャンプを縛らないのね。まあ 1.12 の様子見プレイ段階ですので、過度な目標や縛りは妥協しました。一応新企画候補は色々考えていたのですが、まずはマイクラ開発者の方が用意されたままの、素のマイクラを味わってから、という感じです。で、スキンの戻し方がわからなかったのでまだアレックスのままです。スキンはプレイ後に調べることにして、ともかく初心に帰った私に優しい仕様が充実した様子です。チュートリアルヒントやレシピ本ね。で、あとは、徐々に新しいプレイヤーをマイクラ内で導くという噂の、画期的な新要素の進捗です。まだ導く気がないようね。まあでも進捗が埋め尽くされた頃には、私はマイクラを知り尽くしているんじゃないかと。多分それでも基礎止まりよ。さて、まだ進捗に導かれていないので、地下にダイヤが埋まっているなんて想像もできません。ひとまず目についた村で何かもらえないかと期待してみます。つまり強奪ね。なんで今新レシピ解禁されたの？船の絵柄があったから、泳いだのがトリガーかしらね。でも、新レシピが表示されていないっぽいです。さて、お宝強奪に村を駆け巡ったところ、どうも違和感があって、立方体ブロックに、ジャンプせずに登れてしまっているんです。プレイ後に調べたら、どうも自動ジャンプオンの設定が 1.10 で実装されていたようです。外しておかないと、峡谷とかに突っ込みそうね。でも便利そうなので、そのうちまたオンを試します。さてあろうことか先ほどの村には蓄えがなくて、代わりに目についた木の伐採にかかります。そしてレシピ本から、作業台や木の道具などが色々作れることがわかり、ひとまず作ったツルハシで壊せそうな硬いものを探してみたのですが、どうにも見当たりません。硬いものを掘るだけならツルハシいらないわよ。で、お腹減ってきたので、目についた鶏を狩猟し始めました。時々表示されるハートは何だろなと後で調べたら、接近戦でのモブへのダメージ表示だったようです。で、狩猟でのあまりの木の武器の弱さに、思わず地面を掘り始めてしまいましたが、なぜ私は今掘ろうとしていたのか、さっぱりわかりません。まだ土の下に石があること知らない設定なのね。どうも最近ハマっている TRPG 動画の影響で、メタ知識を行使するのは適切なきっかけをと、つい考えてしまいます。ちなみに死んで平行世界に移転した時は、記憶は引き継ぐので大丈夫です。なら死んでも問題ないわね。そして1分走り回って、こんなところに石発見です。ここでやっと、一つ目の進捗達成表示が出ました。プレイ後に調べたら作業台作成時にも、ゲームのストーリーと革新という進捗がこなせているはずなのですが、なぜか進捗表示はなかったです。さて、
立て続けに生の鶏肉を4つ頬張っても、まだ満腹にならないのって、私の胃袋はどうなっているのでしょうか。せんべいみたいに薄っぺらい鶏肉だからよ。それはともかく、ぼちぼち太陽が沈みかけてきてやばいです。言葉も通じぬ村人がいるこの世界、なんだか夜になると空恐ろしいモンスターが地上を徘徊していそうな気がします。今一つ無理があるわよ。そして、さすがにもう無理。猛烈に地下に逃げ込まないとならないとする、恐怖感に唐突に襲われます。さらに強引になってきたわね。さて、では早速かまどの作成を。じゃなくて、レシピ本で調べてかまどの作成を。こだわるわね。早いうちにレシピ本を使いまくって、レシピ本に慣れておきたい、という意図もあります。多分終盤では、とんでもない数のレシピが閉じてある状態になるんですよね。そして石の剣を作ったところでアップグレード進捗が。ここで進捗画面を開いて確認してみたら、正しい手順はまず石器時代を目指し、次の進捗表示に導かれてより良いツルハシを作ることだったようです。まあでも、2つ先まで表示されているからいいんじゃないの？さて、ここらで当面の課題を策定しました。進捗はちまちまと進めますが、いつ死ぬかわからない状況下では、それよりも大切なことは次のワールドへの備えです。どの進捗が難関かを見極めつつ、次のワールドで難関な進捗に挑む準備を手早く行えるように、心がけていきます。まあそれが無難そうね。さて、では準備が整ったので、進捗に導かれるまま、鉄を探しに地下を掘り抜いていきます。もしかしたら、鉄を追っててとんでもないものを見つけてしまったどうしよう的な展開になりますが、実にさりげないかと思います。鉄のツルハシがないと入手できないけどね。ひょっとして、新レシピ解禁っていちいちうざいものじゃないですか？で、溶岩の音が近づいてきた頃には、どうも耳慣れないモブの声が、多分コンバットアップデートで実装された敵対モブでしょうけど、こんなあっさりいるものでしょうか。私まだ無防備なのに。川装備をすっ飛ばしているものね。進捗では触れられていなかったのでパスです。で、さらに地下に進んで松明が減ってきたところで、ようやく石炭が出てくれました。というか、数少ない手持ちの原木の大半を木炭にした後なので、若干手遅れです。あえて採掘準備をしなかったの？おかげで石炭がやたらありがたくて嬉しいです。初心に帰ったプレイをすっかり楽しんでしまってます。もうそれ初心縛りと言うべきものよ。で、無事に鉄を見つけることなく、岩盤に到着しました。相変わらずの物欲センサーね。そして適当に掘り広げていたら、まだ私には知識がない、水色っぽい鉱石発見です。ここまで序盤ならさすがに価値が高いわね。いえ、放置してもいい程度に意外と安っぽいものじゃないかと。さてでは、岩盤に近すぎると掘りにくそうな気がするので、6段登ったあたりから水平方向にぐるっと、鉄探しを始めます。それだけは初心に帰れないのね。なんだか少々負けた気分です。まあでも、3分ほどで1周ぐるっと採掘したら、木材がほぼ尽きてざまあということで。何に対してざまあなのよ。魂にでしょうか。というわけで地上探索再開です。お昼でよかった。これだけはかけてみるしかありませんでした。さて、先ほどの進捗にベッドが表示されていたので、次の目標はベッド獲得です。でも、作り方も材料もまだ知らない設定じゃないの？そこは簡単な推理です。牛や豚がいるのですから、おそらく毛を刈れる哺乳類もいるはずで、それが材料になるんじゃないかと思います。虫から出てきた糸が材料かもしれないじゃないの。そんなネバネバしたの使いたくないです。さて、ベッドの材料を探していたら、赤い屋根が見えてきました。2つ目の村ね。これぞ色彩アップデートの新要素かと思って調べたら、どうも 1.10 から実装されていたようでがっくりです。実はやっぱり全然時代に追いついていないわね。
で、この村でも何かの備蓄をお裾分けしてもらえずにがっくり来ていたところ、あっという間にもう月が出てきて、先ほど地上に出た時はすでに夕方だったんですね。とりあえずさっきの採掘の続きね。どうやらその採掘跡を探す間もなさそうです。それにしても、やばいくらい面白いです。防具が整っていないハードコアが楽しくてたまりません。思わず、一定防具の禁止縛りを付け加えようかと惹かれてしまうくらいですが、こういうのがまずいんですよね。打ち切りの反省を生かさないとね。さて、当面の課題や方針はこんな感じです。序盤はさすがに未体験のものが多いので、色々取り上げましたが、そのうち落ち着いてきて、進捗の攻略中心になっていくと思います。あと 1.12 をここまでプレイしてみた感じ、1.8 から変わった事柄が意外と多く、まだ消化不良気味です。並行連載予定の息抜き検証企画は、やはりもう少し消化が追いついてきてから、と思います。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。